んにちは、なっちゃんです。ジャパンイモーション新シーズン始まりました。今回のシーズンの日本の魅力をたっぷりと皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、皆さん一緒に楽しみましょう。さあ、今回は島根県の大田市にやってまいりました。私の後ろに見えているのが三瓶山というお山なんですけれども、まあ一面緑で本当に空気も美味しいですし、気持ちがいいです。今回は、こちら三瓶山をスタートして世界遺産石見銀山を目指します。世界遺産石見銀山への旅、1泊2日の行程で石見銀山周辺の見どころを巡ります。今回はそのパート1として三瓶山から湯戸津温泉を訪ねます。世界遺産石見銀山のある島根県へは大阪や福岡から岡山を経由する JR を利用。島根県の人気スポット出雲大社からちょっと足を伸ばせば石見銀山があります。せっかく緑が綺麗なお山に来たので登山を楽しみましょう。こちら山に登るにはじゃん、リフトです。このリフトで楽に登山が楽しめるんです。じゃあ行ってきます。こちらは三瓶観光リフト。片道15分で標高854メートルのところにある展望台の近くまで登ることができます。風に吹かれて楽しい空中散歩です。すごいですね。こっち向いても緑だし、向こう見てもまあ緑です。三瓶山の楽々登山、リフトを降りた後は5分ほど山歩きを楽しみましょなんかすごい山がいっぱいある。う。なっちゃんがやってきたのは標高854メートルの太平山展望台。三瓶の山々を見渡す人気スポットです。実はこちらの三瓶山、一番大きいのが男三瓶でお三瓶、その隣に寄り添ってるのが女三瓶で女三瓶、そしてその隣には子三瓶、そして孫三瓶もあるんですよ。仲良く皆さん並んでます。家族が寄り添う優しい三瓶山、国立公園として今年55周年を迎えました。プチ山歩きでその自然を満喫してください。三瓶山の周りは緑がたくさんの快適ドライブルート。森林パワーが心と体を元気にしてくれます。続いてやってきたのはこちら、三瓶山の自然の偉大さを感じられる場所があるんです。自然の偉大さを感じるだけに大きな施設です。こちら地下展示室入り口と書いてあります。一体何があるんでしょうか。行ってきます。なんだろう。興味津々のなっちゃん、その先には何があるのか。怪しげな地下展示室に来ました。なんだこれは。なんで地下にすっごい大きい木がある。どういうこと。目の前に現れた大きな木の正体は。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。とりあえず木ってことはわかるんですが、これ一体何なんでしょうか。今からですね、4000年前に実際に生えていた木なんですけども、はい、近くにある三瓶山という火山が噴火しまして、はい、埋もれてしまった杉の巨木なんですね。お邪魔したのは三瓶小豆原埋没林公園です。その昔、三瓶山の山裾にある谷には巨木が茂っていました。4000年前、三瓶山が噴火し、土石流と火砕流が堆積。そこに降り積もった火山灰が川の水により流れ込み、巨木の上の部分は朽ちて失われましたが、多くの巨木が地下にそのまま残りました。そして35年前の1983年、水田の工事がきっかけで埋没林として発見されたのでした。
発掘した状態から全く形変えてませんので、立っているものはもちろん立っている状態で、横たわったものもすべて配置とか順番全く変えていませんので、これが丸ごと土の中から出てきたとお考えいただければと。これが木の断面ですか？そうです。木の断面なんですね。生木の状態ですので、今でも加工したりですとか、建材に使用したりももちろんできるぐらいの木です。4000年前の木とは思えないぐらいの鮮度。そして年輪もすごく細かい。本当だ。うわー、すごいきめ細やか。これが4000年の歴史だ。ちゃんと中身がギュッとしてて、なんかまだまだ元気ですって感じしますね。三瓶の自然の偉大さを感じる三瓶小豆原埋没林公園、一見の価値ありですよ。続いては国立公園三瓶山の豊かな大地が育む味を訪ねます。お邪魔したのは三瓶高原にある手打ちそば千両庵。素敵なお店ですね。千両庵は古い商店を改装したもので、どこか懐かしい雰囲気が漂うおしゃれな店内です。この店をオープンし手打ちそばを提供しているのが主人の岩谷勝次さんです。こちらが岩谷さんこだわりの10割そばです。実は三瓶高原では古くからそばの栽培が行われ、その伝統が引き継がれています。美味しそうなお蕎麦をご用意していただきましたけど、このお蕎麦の特徴はありますか？三瓶のお蕎麦というのは、甘みとそれから粘りですね。粘りと香りがとてもいいですね。もしよかったら最初にお塩をちょっとつけて食べていただければと思います。うわー、嬉しい。私もお蕎麦大好きなのでいただきます。塩だけつけたそばのお味は？ちょっと香ばしくって、なんかすごくお上品な味です。よかったです。美味しい。こちらが三瓶の大地で育ったそばの実。実は岩谷さんは25年前から友人と一緒に近くの畑でそばの栽培を続けてきたそうです。そばが大好きというだっちゃんも満面の笑み。器もすごい素敵です。そうですね。地元のね陶芸の方に、それもそうなんですか。三瓶さんですから、三瓶さんの形をね想像して作っていただいて。なるほど。そういうことなんだ。そういうことです。これがそうなんですよ。いろんなところで三瓶を感じるってことですね。甘みと粘り、そして香りの良い三瓶そば、その伝統をいつまでも守り続けてください。続いてなっちゃんは三瓶山から海辺の町温野津へ。温野津は世界遺産石見銀山の積み出し港として栄えた町であり、温泉地として名を馳せました。現在は石見銀山遺跡の一部として世界遺産に登録されています。訪ねたのは1300年の歴史を持ち、湯治場として愛され続ける温野津温泉元湯です。お湯はですね、ちょっと黄金色ですね。本当にいい湯です。そして湯口もですね、湯の花でもう堆積物ですね、歴史の長さを感じます。ここはですね、源泉かけ流しで加温してなくてですね、44度ぐらいあるんですよ。結構暑いんですけど、効いてるって感じしますね。すっごい気持ちいいです。源泉かけ流しでレトロな雰囲気の温野津温泉元湯。
心と体をゆっくりと休ませてください。湯の津温泉街の入り口に素敵な宿を発見しました。おお、すごい素敵な雰囲気の古民家ですね。わあ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。ここはどういったところなんでしょうか。ここは築120年ほどは経ってるんですが、はい、少しほどだけ改装して、はい、ゲストハウスを今は。ゲストハウス、はい、伝統的な日本の家をリノベーションしてオープンしたゲストハウス&カフェめぐるや。1階はカフェとして利用することができます。なっちゃんは2階の宿泊スペースへ。行ってきます。わあ、上がってきました。おお、すごい素敵な和室ですね。ありがとうございます。伝統的な日本家屋で和室ですので、はい、くつろいでいただけるような。はいはい、わあ、いいな。素敵。机がこう窓の外向いてるみたいな、すごい新鮮です私。畳の上に布団を敷いて寝る日本のスタイルを外国人旅行客にぜひ楽しんでほしいとオーナーの山内さんは話していました。さあ、今回は三瓶さんに始まりまして、その後素敵なね、大きい4000年の歴史を持つ杉にあって、そして美味しいお蕎麦をいただいて、移動中もね、こう外を見てたんですけど、緑がとっても多くて、こう流れてる水も本当に透き通って綺麗だったんですね。なのでなんかこう心が癒されて、そして出会う人々も本当に皆さん優しくて、なんだかね、すごく心癒される旅になりました。湯の津温泉の楽しみはまだこれから。こちらは温泉街の由緒ある神社、辰野御前神社です。島根県西部の石見地方は神楽が盛んな地域。神楽とは日本神話の神様に捧げる歌や踊りです。豊作や豊漁を願い古くから継承され、今日では郷土芸能として人々に楽しまれています。湯の津温泉では毎週土曜日1時間ほどの定期公演を行い、定番の演目が演じられます。石見地方ではその他の神社や観光施設でも神楽の定期公演が行われています。旅の思い出に神楽鑑賞をぜひ加えてみてください。アメリカ人です。カリフォルニア州。面白い、いや、楽しい。は来てどうですか？重かった、と暑かった。次回はいよいよ世界遺産石見銀山が登場。その魅力を探るとともに銀山で栄えた街並みを散策。人気のカフェも訪ねます。さらにインスタ映えするスポットもご紹介。お楽しみに。